今回は以前作った碁石の藍の表面を UV レジンで綺麗にしてみたいと思います。この藍はですね、ルーナタンの時に作った藍でして、右側がカボションを入れたものですね。で、左側が碁石にシール貼ったものなんですけども、結構輝きが違って、カボションの方がガラスが入ってるんで綺麗に見えて、碁石の方も光沢なんでキラキラするんですけども、このガラスっぽい光沢がないので、これなんとかできないかなとずっと思ってたんですけど、ネイル用のトップコートとか使ってもですね、あんまり綺麗にならなかったんで、 UV レジン星の雫のですね、これを使ってみようと思いました。今回使う材料はレジンと、あとブルタックと必要本数分の割り箸、あとこういうですね、レジンを固める用のライト、 UV ライトを使います。 UV ライトは青木テックさんのもので、こんなにライトがたくさんいっぱいついてるんですけど、以前ゾル沼チャンネルさんで自作藍を作るっていうのでですね、このライトが出てきたので、プロが使ってたら間違いないかなと思って Amazon で買いました。値段は多分2、3000円ぐらいだと思います。ではこれをどうしていくかと言いますと、まずですね、割り箸の先にブルタックをこんな感じでつけていって、ここに藍を貼り付けます。で、藍を貼り付けるときは逆さまの方向にした方が後でテストしやすいので、こんな感じで。で、途中で取れないようにですね、しっかりくっつけておきます。で、あとですね、こうやって置いとくので、そこをですね、こうやって押して平たくしておくといいと思います。はい、こんな感じで用意できました。これでですね、UV レジンを藍の表面に塗っていくんですけども、UV レジンをのせて伸ばしていくときに、こういう爪楊枝とかあった方が便利かもしれないです。ではレジンを持っていこうと思います。レジンはですね、ここであまり気泡が入らないようにしたいところなんですけど、ちょっと多めにレジンをのせて、あとはですね、爪楊枝でこうやって広げていきます。で、この時もあんまりかき回すような感じでやると気泡がたくさん入っちゃうんで、この長くこういう感じで外側に外側にレジンを広げていく感じにすると、あまり気泡は入らないと思います。で、気泡が入らないとしても、なんか知らないけど中に気泡が出てくるんですよね。多分紙の間にあった空気なんですかね。そういうのも見た目残っちゃうんで、なるべく外していった方がいいですね。この目の縁はつけた後見えないんですけど、気持ちで綺麗にしてあげとくと見た目がいいかなと思います。こんな感じでトントントンと。で、レジンはですね、アレルギーが出る場合があるらしいので、作業する際は換気とかですね、あと手につかないように、私今手袋してないんですけど、手袋とかされた方がいいと思います。なんかレジンアレルギーはないと思ってるんですけど、なんかですね、レジンを作業すると口の中がちょっと痒くなるっていう、気泡が残ってたりするとあれなんで、こういう風にですね、外に気泡を追いやってあげるといいと思います。しばらくすると周りにですね、レジンがこう垂れてきちゃうんで、これはですね、逆さまにしてあげて、しばらく1分ぐらい待ってあげると、周りに垂れたレジンが真ん中に集まってくるんで、私はこれで今ちょっと真ん中にですね集めてます。次はこのライトを使って固めていくんですけども、60秒ぐらいでいいかなと思います。で、これをピュッと入れて固めます。こんな感じでレジンが固まりました。
ちゃんとしたレジンだと表面がですねベタつかないんで、私はこの星の雫さんのものを使ったんですけど、100均はですね何をやっても表面がベタベタして出来上がりが非常に悪いんで、100均はちょっとやめました。でこんな感じですね。ちょっとボコボコってなってるんですけど、これは何回かレジンを持っていけばなんとかなるんで、じゃあこれでですねどういう雰囲気に変わったかっていうのをちょっと見てみたいと思います。先ほどのキズナアイちゃんのヘッドにこれ入れてみますね。入れる時に先ほどこの方向がこの方向だとテストがしやすいっていうのはこれが理由です。ちょっと色が濃くなりましたね。こういう感じでキラキラが増してますよね。こういう感じの違いが出るみたいです。他の動画の方がですねすごく綺麗にやってたんで、私もチャレンジしたんですけど、結構綺麗にできるもんですね。ただよく見ると気泡が1個入ってるんで、やっぱり気泡がですね入んないようにするのが綺麗に仕上げるコツかなと思いました。ではですねこれをまた、持ってですね今度平らくするっていうんですか、今いびつだったんでちょっと平らにしてみたいと思います。本来1回で綺麗にできればいいんですが、1回で綺麗にしようとするとやっぱり無理が出るんで、何回かに分けてがいいと思うんですけど、何回か分ける時のリスクはやっぱり気泡が入るチャンスが増えるんで、そことのバランス兼ね合いですね。でもこれで綺麗にできるのであれば、レジンはそんなに安くないんですけど、市販で売ってるものに近づけられるかなって思います。2回目なんですけど、まだ凹凸があるんで、この凹凸をですねもう少しなだらかにするためにレジンを持っていきます。はい、こんな感じで綺麗にできました。じゃあ愛ちゃんにセットします。で愛ちゃんにセットしてみると、結構綺麗ですね。表面がキラキラしているのと表面が盛り上がってるんで、表面とこの交際の部分に奥行きが出てるんで、こう本物っぽくなってる感じになったんじゃないでしょうか。同じようにですね反対側の愛もレジンを持っていきます。出来上がった愛をセットしてみました。左右で見え方が違うのはなぜかというと、こちらの愛はですね今回左側がレジンを盛った愛で、右側がレジンを盛る前の普通の碁石ですね。それを比較できるように左右違うものをセットしてみたんですけども、印象的にはこんな違いがあります。レジンを盛った方は奥行きがあって全体的に何て言うんでしょうね、キラキラ感が増して透明度が高い感じがしますよね。レジンを盛らない碁石の方は表面がのっぺりとしている感じ、印刷の関係で輝いてはいるんですけども、レジンを盛った時みたいなキラキラ感は出てなくて、白目もですね白いんですけど、このレジンを盛った感じとちょっと雰囲気違いますよね。でこちらのヘッドは左がレジンで盛ったもの、右がカボションアイですね。これをこんな感じで比較してみるとこんな違いがあります。レジンで盛っているので綺麗に輝いてはいるんですけども、一つ違うのは追試効果がないということですね。で右側はカボションなんで結構追試があると思います。あと決定的に違うのが、カボションはですねレンズに厚みがあるので目が奥まって見えていると思うんですね。碁石とレジンの場合は表面に近いので奥まって見えないけどキラキラ感があるっていう、こんな違いが出ました。ちょっとした加工だけなんですけどかなり出来上がりのクオリティが増すので、なんで今までこれやらなかったっていうところはあるんですが、今後は
星の雫さんのレジンを使ってですね、美味しい藍は綺麗にしていこうと思います。これちょっと高いのでですね、これで多分700円ぐらいかな。あと UV ライトが2、3000円するのでちょっと高いんですよね。もっと安くやろうと思って100均のトップコートとかやったんですけど、ここまで綺麗にできるっていうのはなかったんで、悩みどころではあるんですが、藍をきれいに仕上げるとなると少し投資が必要かなと思いました。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。